はい、こんにちは。iPad だけで仕事をしたい稲造ゲミックです。今回はですね、なんとですね、僕の YouTube チャンネルではおなじみの動画編集のアプリの定番の Waylo。これね、もともと Vimo ソフトっていうね、韓国の会社さんが作っているアプリなんですけども、代表する他の動画編集のアプリに Bro っていうね、アプリがあったりして、皆さんも一回はね、聞いたことがあると思うんですけど、このね、Vimo ソフトのチーム、会社さんがですね、なんと僕にですね、Waylo がどんな感じなのかっていうのをぜひインタビューさせてくれっていうふうにね、連絡が実は来ておりましてですね、それで先日東京に行ってまいりまして、とあるね、渋谷のレンタルオフィスで取材を受けてきました。僕もね、びっくりしてます。なんか YouTube 自分の個人的な感覚では、たかだかまだ3000人ちょいぐらいの感じで、なんか世間一般的にね、こう影響力みたいなっていうのがあるとしたら、それの一つの基準としては、1万人ぐらいはね、最低でも超えないと、そういう影響力的なものもつかないだろうし、ウェイロのね、そういうチームからインタビューさせてくれとか、そういった声とか、ね、連絡が来るっていうのも、大体それぐらいが基準かなっていうふうに自分でもね、思い込んでいたんですけども、全然そんなことなくてですね、たかだか僕のこの弱小 YouTube のね、僕なんかにもですね、そうやって連絡をしていただいてということで、光栄なね、ことでございましたので、それでね、僕も一つ返事でね、わかりましたということで会いに行ってきたんですけども、はい。なんかね、僕の最初のイメージでは、担当のね、人からはこうメールいただいてて、どこどこのね、レンタルオフィスに来てくださいみたいな感じでね、やり取りはしてたんですけども、実際行ったらですね、開発元のね、Vimo ソフトの代表の人もね、一緒に来てたんですよね。それはね、本当にびっくりしました。まさかね、会社のちょっと営業担当部みたいなね、人たちが、大体、こんなにインタビューとかっていうのは、それぐらいのポジションの人が来るようなものばっかりね、想像してたんですけども、まさか代表もね、来るとはということで、最後にね、写真をね、撮らせてもらって、サムネイルにもね、してるんですけども、はい。こんなね、素敵な、女性もね、いるチームで、で、実際にこの Vimo ソフトのね、代表、ケイさんですね。この方が、作っている、ご本人がね、作ってるみたいなんですけども、このインタビューのね、時間中は、ご本人からもね、ここはどうだとか、あそこはどうだみたいなっていう話とかもね、直接させていただいたり、で、あとは、僕にね、直接連絡いただいてたワニーさんっていう、これはウェイロの担当のね、社員さん。そしてあと、ブロのね、担当の社員さんも来ていらっしゃったと。Vimo ソフトのスタッフのチームで行くと3人来られていて、あとは、韓国の会社なので、この方たちは、韓国語で僕にご質問してくるわけで。で、僕は韓国語わからないので、間に入ってね、早稲田大学、今在学中の現役のね、大学生の女の子なんですけども、この方が今、日本語と韓国語をね、橋渡しで通訳してくれるみたいな感じで来られてたので、なので僕は日本語で、で、相手は韓国語で質問してくるみたいなね。そういうような構図で、だいたい2、3時間ぐらいですかね。もうひたすらこの機能はどうかみたいな話と、僕は僕でこんな機能あったらいいよね、みたいなとか、ここはちょっと使いにくいよね、みたいなって話を永遠としてましたね。気づけば。お互いにね、おそらく僕は僕もでそうなんですけど、相手も相手で、目がね、もうキラッキラな状態で、僕のね、この使用していることに対しても興味があるし、僕は僕で自分の普段の使用している状況とかっていうのをもう直接にその開発元に伝えることができるって、これまでにないチャンスだったりするし、あとは Waylo ってもうちょっとこういう機能欲しいよねとかっていうのも、ダイレクトに開発チームの代表にそのダイレクトで伝えることができるなんて、もうこれチャンスでしかないっていう感じだったので、僕は僕ですごい目をキラッキラ輝かせながらね、答えてたんですけども、なので、すごい終始和やかムードで、同じアジア人っていうこともあってか、すごいなんか親近感が得られたというかね、より一層なんか応援したくなるなっていうふうにも、最後インタビューをね、終えてから感じたことでもあります。Wayloにこういう機能あったらいいよね、みたいな話に関しては、過去にね、実はそれだけをまとめたトップ10みたいな感じでランキング形式にして動画をアップしているものもあって、実はそこで取り扱ったような内容みたいなのはほぼほぼぶつけたかな、そのチームのね、スタッフの皆さんには。で、もちろんね、Wayloだけを使ってますっていうふうにそこまでごまをすってね、聞こえのいいことだけを言うわけにはいかないので、現実的にね、Waylo以外にも LumaFusion っていう動画編集のアプリを触ってますとかね。で、なんで Waylo じゃなくて LumaFusion を触っているのかみたいな理由とかね。例えばカットをするにしても、
これはルマフュージョンとかね。で、音声の周りに関してもルマフュージョンの方が Waylo よりもまた機能は充実してるよねとか、あとは色合いの調整とかもルマフュージョンの方がいいよねとかっていう、そういう Waylo の強みとね、足りてないところみたいなっていうのを、このルマフュージョンと比較しながらも、僕がね、もう普段 YouTube チャンネルでやってるような、喋っているようなことをそのままお伝えさせていただいたというようなね、感じなので、なので、ほぼほぼ3時間ぐらいはね、いろいろ伝えさせていただきました。というご報告の動画になるんですけども、インタビューが終わった後にですね、この代表のケイさんからですね、今もう僕がこう伝えたものっていうのは、もうなるべくすべてWayloにも反映させようと思ってるんでっていうようなね、ことを言ってくれてですね、これはもう楽しみでしかないというかね、何がっていうと、例えばショートカットキーとかをもうちょっとこう割り振ってほしいとかね、iPad で動画編集するって、iPad っていうタッチパネルのデバイス使っときながら、動画編集においてはなるべく画面を触りたくないっていうね、わがままなユーザーになっちゃうんですけども、あると思うんですよね。実際Wayloを触られていたり、他の動画編集アプリを触られている方っていうのは、なるべく画面をタッチせずにキーボードで編集したい。そしたらパソコンを触れよっていうところはなしにしてですね。なので、そこのショートカットキーとかはもっとね、割り振ってほしいですね。使いやすいようにしてほしいとか、なんなら究極言えば、お絵かきアプリのね、クリップスタジオっていうものとかではもう有名なんですけど、自分でね、このショートカットキーをカスタマイズして、自分の任意のキーに特定の機能を割り振ることができるみたいなっていうような、自由にカスタマイズできるみたいなことまでできると、ここの部分だけでWaylo最強になるんじゃないですかね、みたいなね。そういうこととか、他のね、動画の編集のアプリではできないのでね。っていうのとかお話しさせていただいたり、あとはね、もう細かいことなんですよ。音声とかもね、マスターゲインの、要は緑と黄色と赤のね、どれぐらいの音量のレベルですよっていうのが可視化できるメーターですよね。あれがないことには音声編集始まらないよっていうこととかもお伝えさせていただきました。その他もろもろですね、カラーのビデオスコープとかもそうですね。あとはノイズ除去とかの機能もね、他の動画編集のアプリだったらもう標準としてね、用意されてる機能だったりするので、この辺は必須でしょみたいなね。そういうところとかもおそらく全部ちょっと反映させていきますっていうような反応を得られたので、嘘じゃなければ、おそらくここの辺は期待していいんじゃないかなっていうふうに思いますね。なんかね、雰囲気をだから見てると、技術的に難しいからそれができてないというような印象よりも、技術的にできるんだけども、それをあまり重要視してなかったからやってないみたいなっていうような印象がすごい節々に見て取れましたね。マスターゲインのね、そのメーターってなんで必要なのそれみたいなとか、あとはその整列ですよね。文字の両端揃えが欲しいですとか、あとは A と B と C の文字を配置したときに、この文字の間を均等に成立させたいとかね、なんでそれ必要なのみたいなっていうのを結構ね、細かく聞かれて、でこれは僕がというかは、デザイン的な観点からして見やすくするための機能として、そういう両端揃いとか、文字間のね、こう均等に揃えるみたいなっていう機能とかが、普通にデザインをするアフィニティデザイナーとかね、そういうアプリとかではよく使うね、機能だったりもするということもあって、そういう視点とかがあんまり持ち合わせてない、もうまさにプログラムしてね、動画編集のアプリをもう集中して作るみたいなっていうような開発特化型の人なんだな、みたいなっていうのがね、垣間見えたりもしましたね。で、あとはね、もうインタビューの最後の方に、Wayloが有料化するならば、いくらぐらいまで払えますかあなたみたいな感じで、聞かれたんですけども、これはね、ちょっとね、即答できなかったんですよね。ちょっと後日、メールで考えがまとまった後にね、メールでお伝えしたんですけども、っていうのも、僕は、Waylo 自体をもう仕事としても使っている。自分のもちろんこの YouTube を編集するためにも使ってるし、他のね、クライアントさんがいて、その方の YouTube の動画を編集するとかね、そういう対価を得てその編集をしている。まさに仕事で使っているからこそ、そこを経費という形で、このね、アプリの料金っていうのをこう払うことができたり、納得感を得てペイできるわけなんですけども、趣味としてね、Wayloを使っているとか、一言で言うと、ライトユーザー層ですね。っていう方々が、じゃあ、年に1万円だったとして、それが妥当かどうかっていうふうに言われると、一概になんかこう即答できないなっていうふうにこう思っちゃって。なので、2つに分けるとしたら、ライトユーザー層は無料で、いつまででも使い続けれるっていうのはすごいこう、最低限必要かなっ
っていうヘビーユーザー層ですよね。もう仕事とかでバンバン使ってますみたいな人は、年間ベースで、マックスで1万円かなみたいなね。他の、動画編集アプリに関わらず、いろんな有料の年間プランとかをね、用意している有料のアプリとかでも、大体1万4、5千円ぐらいまでいくようなね、アプリとかもありますけどね、年間。ただそれぐらいが相場かなって感じで、月額1000円前後なら大丈夫かな。でもそれ相応の、機能を用意してもらわないと困るよ、みたいなね、ところもありますけども。っていうこととかをね、お伝えして、もちろんね、有料にしない限りは、向こうも、ボランティアでね、やってるわけじゃないと、もちろん思いますので、どっかしらのタイミングでは、そういう年間プランを、今はね、格安すぎて、年間に3000円みたいな感じなので、もう月単価で言ったらもう何百円みたいな、感じなんですけども、そんな価格でできてしまっているっていうところがすごい恩恵を受けているなって思うんで、なのでそこは、ゆくゆくはね、いろんな機能をプラスしていくごとになんか値上げっていうのは考えてるんやろうなっていうふうには思うんですけども、っていうのとね、やっぱり日本人に向けたなんかシェアをもっと広げたいみたいなっていうこととかは意識されて、まさにね、僕にインタビューしてもらったぐらいなので、そういうのってやっぱいいっすよね。やっぱ他の動画編集のアプリって何が違うってアジア人じゃないっていうところなんですよね。やっぱこの韓国が開発チームっていうことがすごい親近感を得るというかね、すごい応援したくなるし、しかも日本人のユーザーにとって何が大事かみたいなってことをすごい重要視してくれていることがひしひしとね、伝わってきてたんで、なのでちょっとこれからのウェイロの進化がすごい楽しみです。今後もしこの1年以内にですね、いろいろアップデートして機能が追加されるごとにですね、おそらく僕も YouTube チャンネルで動画をアップすると思うんですけども、その度に僕は指をさして、この機能俺が言うたやつやでっていうような感じでね、逐一自分の手柄をステルスの広告みたいな感じで忍ばしながらドヤ顔で語りたいと思います。はい。そんな感じでね、今回は大阪から東京に行ってですね、ウェイロの、開発チーム代表、ケイさん、そしてワニーさん、そしてファンタさんですね、ブロの担当っていうね、3人と、あとは通訳のね、女の子1人、もう本当に和やかなムードでね、インタビューしていただいてありがとうございました。カムハサムニダって合ってたかな、ケンチャナよってなんか思いつきでケンチャナよって言ったら、それは大丈夫ですよっていう意味ですっていうふうに通訳の人に言われてね、唐突にケンチャナよって、なんやこいつって思われたと思うんですけどね。そんな感じで、もちろん最後にね、これビモソフトさんの名刺もいただきました。一人一人ね、このグラデーションのなんか色合いが違ってたりして、すごいユニークやなと思って、でね、ちゃんとお名刺もいただいて、最後にはですね、やっぱり YouTube をきっかけにね、こうやってウェイロの皆さん、というかビモソフトの皆さんから連絡をいただいたっていうきっかけってやっぱ縁やと思うんで、わざわざね、韓国から日本に来ていただいたっていうこともあって、最後には、今度は僕の方からカメラを回してですね、ぜひ会社見学行かせてくださいというふうにね、打診しまして、それもね、ぜひぜひ来てくださいと、言われましたので、どのタイミングかはちょっとわからないんですけども、気合い入れてね、ちょっと韓国の方までビモソフトさんの会社見学にもね、行きたいなというふうに思っております。って感じで、今後もね、YouTube でウェイロの進化をね、追いかけつつ、見ていただいているね、もちろん皆さんにとっても有益なね、情報っていうのを発信していけたらなというふうに思ってますので、ぜひね、チャンネル登録、いいねボタン等を押してね、応援していただけるとありがたいです。で、最後にね、ここ最近ですね、僕の稲造ギミック動く LINE スタンプというのがリリースされましてですね、こちらもね、第1弾ファングッズとしてですね、ぜひ購入して使っていただいて応援していただけるとありがたいです。今後のね、励みになりますので、ぜひ応援の方よろしくお願いします。それでは本日は以上となります。